1月1日に起こった能登半島地震、今できていないことはないだろうかというのを改めて見直しました。買い足したもの、買い替えたものがあるので、それぞれご紹介したいと思います。まずは水です。人は水があればなんとか生きられる。我が家には去年からウォーターサーバーを置いているので、常に水のストックが置いてある状態にしてあります。停電になっても水が注げる仕様のウォーターサーバーになっています。飲み水はウォーターサーバーの水、そして生活用水はエコキュートに貯蔵されている水を利用できるというところで、今心強く思っているところです。そのような設備がない方はお風呂の水を溜めておくなどの対策が有効だそうです。最近車で移動することが増えているので、車の中にも水のストックを置いておこうと思って何本か水のペットボトルを買い足しました。次に見直したのは光です。ライトですね。停電になった時に部屋の中を照らす LED ライト、手ぶらでもライトで照らせるヘッドライト、これらは玄関に常に設置してあります。電池を新しいものを買い足しました。私は過去100均で電池を買って全く動作しなかった経験があるので、ここはメーカー品の安心できる品質のものを購入しています。手のひらサイズの LED ライト、普段懐中電灯を持ち歩けないのでポーチに下げて利用しようと思っています。アクリルスタンドケースは中にポケットが仕分けできるようになっているので、薬や絆創膏などを整理するのにちょうどいい。私に必要な薬類を改めて見直して、生薬の入った飴も切らさないように LED ライトはここに装着しました。外出時に停電になった時にこのライトが活躍するのではないかと期待しています。見直したもの、ガスコンロです。ガスコンロの製造年月日を確認したら、なんと2003年でした。ガスコンロの寿命は10年と言われているので、いざという時に使えなくなったら困るので、ガスコンロを新調しました。ガスボンベと一緒に保管をしておきます。新たに買い足したもの、非常用トイレです。今まで持っていなかったんですけど、水を流せない状態になる、いざという時のために凝固剤付きの簡易トイレ、車の中にも載せたかったので、何種類かホームセンターで購入しました。すでに楽天市場などでは売り切れになっていたり、お届け予定がだいぶ先になっていたので、ホームセンターで購入しました。車の中で災害に遭ってしまった時のためのグッズをまとめて箱に収納しました。我が家は津波が起こる地域ではなく、孤立集落でもありません。大きな地震があった時には自宅にいるか、または実家などの他の場所に避難することになるだろうと思っているのですが、一時的に数日避難所で生活する可能性もあるかなと思って、本当に万が一の時のためにすぐに持ち出せるリュック型のナップサックと、最低限の食べ物、マスク、ウェットティッシュ、レインコート、今の時期は寒くならないようにカイロと何かと使えそうな新聞紙、タオルも一緒に入れました。しっかりした防災リュックを持たれている方には心もとなく思われるかもしれないんですけど、都度見直していければいいなと思っています。東日本大震災のアンケートでは約8割の方がラジオを情報源としていたというアンケートを見て、本当にラジオが必要なのかなっていうのは正直あるんですけど、保険のために一番安価でコンパクトなラジオを購入しました。新しい電池とともにナップサックの中に入れておこうと思います。私が一番困りそうだなと思ったのが、スマホのバッテリーが切れるということ。以前から気になっていたソーラー充電式のモバイルバッテリーを購入しました。太陽の光にかざしておくと太陽充電をしてくれるので、仮にバッテリーの電池が切れてもまた充電することができます。通信は一時的にできなくなることはあるかもしれないけれど、スマートフォンでやっていることはたくさんあるので、安心を買うという意味で購入しています。節電にもなるかなと思って、災害用というよりは普段使いでどんどん使っていきたいと思っています。今回の地震から夫婦でたくさん話し合いをしました。その中でホイッスルは絶対に必要だなと。建物が倒壊した時に自分がどこにいるかっていうのを知らせる必要があるので、必須で購入しておこうと決めました。
子供も今はまだ小さいので一人で出かけることはないんですけど、万が一のために普段の防犯の意味も込めてカバンの外にすぐ拭けるように設置をしました。このホイッスルは中に ID カードが入っているので、必要な個人情報を書いておくことができます。これは内閣府が配布している防災カードです。セリアの推し活ポーチで防災ポーチを作ります。万が一はぐれてしまったり一人ぼっちになってしまった時には、カードの情報を見て大人の方が連絡をしてくださったり、そういったことを期待しています。それぞれのグッズの意味や使い方などを親子で話をしながら伝えていきたいと思います。最後にインスタグラムでアンケートを取った結果を皆さんにシェアしたいと思います。日頃の備え、普段の生活の中で滞在時間が多い場所、それは寝室です。寝室ではできるだけ物を置かないようにしています。あと、我が家は窓がたくさんあって大きいです。ガラスの開き戸には飛散防止シートを貼り付けています。断熱効果を高めるために貼ったプチプチも飛散防止に一役買うと思います。我が家は車の滞在時間が増えつつあるので、ガソリンを絶やさないように意識しています。確かに停電でもスマホ充電できますよね。やっても正解がないと言いますか、いつどんなことが起きるかっていうのはわからないんですけど、少なくとも自分が普段生活している中で、もし地震が起こったらどうするのかっていうシミュレーションを頭の中でやるだけでも少し安心かなと思います。私も今回とてもたくさん夫と話をしました。子供を守るために、ペットを守るためにどのような準備が必要なのか、我が家なりに考えた結果になります。とはいえ、私たちは大地震の経験がないので、もっとこうしたらいいよって思われることはきっとあると思います。他の方の参考にもなると思うので、よろしければコメントでお待ちしております。最後までご覧いただきありがとうございました。